皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本国内のニュース。NATO の連絡事務所を日本に開設する方向で検討しているというニュースが流れました。インターネット上でも NATO の連絡事務所ができるというニュースを聞いて賛成派、否定派の人たちが結構ざわついているようです。しかし、そうしたそれぞれの主張を見てみると、どうも誤解に基づいた話も出ているようなので、今回の動画では改めて基本的なところを押さえつつ、日本と NATO との関係どのような方向であるべきなのかについて私の考えを述べようと思います。それではまずはニュース、そしてその後 NATO の基本的な情報についておさらいをしていきます。東京に NATO 連絡事務所開設の方向で調整。実現すればアジア初。富田駐米大使はワシントンでの講演で NATO が連絡事務所を東京に開設する方向で調整していることを明らかにした。実現すれば NATO にとってアジアで初の連絡事務所となる見通しだ。富田氏は質問に対し NATO との連携強化に向けた取り組みの一つだ。最終的に確定したとは聞いていないが、その方向で動いていると語った。NATO の非加盟国では現在、ウクライナやスウェーデンなどに連絡事務所が置かれている。日本政府は岸田首相が昨年6月にスペインで開かれた NATO 首脳会議に日本の首相として初めて出席するなど NATO との関係強化を進めている。連絡事務所設置が検討されている背景には NATO が中国の影響力拡大に警戒を強める中、パートナー国日本のインド太平洋地域の安定確保に向けた貢献拡大への期待があると見られる。と、このように NATO の連絡事務所アジアでは初の開設に向かって日本と NATO との協議が行われているようだというニュースでした。これに対してインターネット上では賛成反対の双方からの声が上がっています。まず反対派の人たちにしてみると NATO の事務所ができればこれに反発するロシアや中国に侵略する口実を与えてしまうという話をしている人たちがいます。これは何の話をしているかといえばウクライナが将来的に NATO に加盟したいなという意向を示したことからプーチン大統領が侵略の口実の一つとしてそれを使った。だから日本にも NATO の事務所ができると、ロシアが侵略する口実を与えてしまうというような懸念です。ただしこれははっきり言って間違った考え方です。そもそも NATO に加盟するかどうかは、それぞれの国が考えることであり、それを認めるかどうかもまた、NATO の側の話であって、決して第三国が NATO に入ろうとしている国があることを理由として、だから侵略してもいいんだなどという話には決してなりません。また、そのような理由をつけて侵略をする国というのは、基本的にはならず者国家ですから、どのようなことをしても結局のところ、侵略するための口実を自分で作り出して侵略することでしょう。ですから、NATO に加盟するかどうかなど結局のところ後付けの理由でしかないのです。一方で賛成派の人たちは NATO の連絡事務所ができれば日本の NATO 加盟への道が開かれるだろうという期待感を持っています。ただしここにも一つ過剰な期待やもしくは間違った知識をもとにして NATO に加盟すれば全て問題が解決するというちょっと夢物語が語られている部分があります。今回の動画ではその部分について解説を進めていきましょう。まず最初に NATO が東方拡大してきた。いわゆるプーチン大統領にとって NATO が拡大してきたことによって我が国は侵略するための口実が生まれたんだといった話をしているわけですが、これはそもそも NATO が拡大したのではなく、加盟する国がもともと加盟していた国々の東方にあっただけのことです。ロシアが脅威であり、そして NATO に加わることがそれぞれの国にとって安全保障上非常に有用だと考えたからこそ加盟国は増えてきたのです。決して NATO 軍がどんどんと東方に侵略を進めてきたわけではありません。次に記事の中で出てきた NATO 以外の国とのパートナー関係について、日本だけが特別ではありません。世界におけるパートナーとしては日本以外にも韓国、オーストラリア、ニュージーランド、イラク、アフガニスタン、パキスタン、モンゴル、コロンビアなど様々な国と NATO は協力関係を結んでいます。それは情報共有だけではなく、その地域における安全のための支援の取り組みやインターネット上での防犯体制の強化など様々な面で連絡を取り合い協力関係を築いていこうとしているのです。そして非常に重要な話なのですが、日本においては NATO に加盟さえすれば NATO の基地が日本にできると話している人が結構いるように思います。しかし私はその考えには全く賛同できません。なぜならば NATO というのはみんなで弱い国を守るための集団的自衛権の発動という意味もあって、
決して自分の国をある程度守れる国に NATO の基地を置こうという考えではないからです。例えばこの地図は主な NATO 司令部及び軍の配置を示しているものです。公開情報ですから別に隠されているものではありません。この中で NATO が部隊を置いてますよという印はひし形のマークです。アメリカ主導で部隊が置かれているもの、ドイツ主体、フランス主体、カナダ主体など、加盟国の中である程度他の土地に部隊を送れる余裕があるところが防御を強化したいところに基地を配置し部隊を送っています。ここで注目すべきなのは NATO 加盟国の中でアメリカ、ドイツ、フランスなどいわゆる中核的な国は他の国からわざわざ軍隊を送ってきてもらってはいません。もしも日本が NATO に加盟した場合においては、これらの国とほとんど同等の扱いとなるでしょう。つまり、より弱い国、より小さな国に対する防衛力の提供をする側になるということです。つまり、ひし形のマークが多い場所、例えば、バルト三国、このような小さな国に対して自衛隊を数千人送るといったことになり、決して NATO に加盟さえすれば日本に NATO 軍の基地ができるというのは私は夢物語だと思います。こうした防衛力を強化したい国に対して軍隊を派遣するという考え方は、つい最近NATO に加盟したフィンランドでも今始まっています。フィンランドは NATO に加盟するとともにアメリカとの軍事関係を強化し、米軍基地を新たに建設する協議をアメリカ側と開始しました。このようなフィンランドの例をもとにして、NATO に加盟さえすれば他の国の軍隊を受け入れて防衛力を強化できるんだという話は、あくまでもフィンランドの国力からするともっと強化する必要があるからであって、決してどこの国であってもすぐに自分のところに補強される部隊が来るわけではないのです。フィンランドやバルト三国に対して重点的に部隊が配置されているのは、明らかにロシアの脅威に対して自国だけでは守りきれないからこそ各国からの支援が入っているのです。次に NATO に加盟する場合において考えなければならないことがあります。それは決して NATO に入りさえすれば日本にとって都合の良いことだけすれば良いというわけではないということです。ここでは NATO の主要な作戦が示されています。過去行われて終了されたものもあります。その中にはアフガニスタンでの、今はもうないですが、アメリカの支援で作られた当時の政権部隊に対して治安部隊に対する訓練なども行っていましたし、アフリカでは海賊に対する取り締まり活動なども行っていました。この件に関しては自衛隊もジブチに部隊を送っていて活動しているのですが、日本だけの思惑ではないところで NATO の活動に参加する、そうした面もあることは覚えておかなければなりません。また、今回岸田政権の時にこうした話が出てきたことから、岸田政権は何を暴走しているんだ、こんな話聞いてないぞみたいな批判をする方がおられます。しかしこれは間違っていて、日本と NATO との関係は随分と昔から始まっています。2010年頃にはすでに日本と NATO との関係においては協力関係を進めていきましょうという取り決めが行われており、それ以後も継続的に関係強化の試みが進められています。ただしこれは NATO に加盟するための動きではなく、NATO との連絡体制の強化や協力関係を取り決めていくためのものであって、さあ日本が NATO に加盟するぞという手続きに入っているわけではありません。また忘れられがちなことなのですが、 NATO に加盟したからには運営費については日本の分担金も当然あります。そしてこの分担金についてなのですが、現在のところはアメリカやドイツといった国々の負担金が多くなっています。これは経済力についても当然加盟国によってばらつきがありますから、経済力があればあっただけ、その分だけ運営費は多めに払わなければなりません。ですから、日本が NATO に加盟した場合においては、おそらくはドイツと同じぐらいの額を拠出しなければならないでしょう。プラスアルファ、先ほども述べましたが、NATO に加盟した場合においては、日本に NATO の基地ができるのではなく、バルト三国やフィンランドのような目の前に強力な脅威があって防衛力を強化しなければならない、そのようなところに自衛隊を派遣しなければならなくなるでしょう。おそらくは日本主導の基地といったものがバルト三国かもしくはフィンランドに作られることとなると思います。ですから日本国内においてはNATO に加盟さえすれば日本だけが良いところだけもらえる。戦争が始まれば NATO 軍が来てくれるんだから自分たちは加盟さえすれば万々歳だみたいなちょっと行き過ぎた
都合の良い話が先走っているように私には思います。NATO というのは加盟国による集団的自衛権を発動させるための組織です。しかし、普段はそのような集団的自衛権を発動していないわけですから、通常運行としてはそれぞれの国の国力に見合った自分たちのできる支援であったり分担であったりといったものを行うこととなります。NATO の連絡事務所ができるイコール、さあこれで日本の NATO 加盟への動きが加速されるんだという話もちょっと私は冷静に見るべきだと思います。そしてこの件について私が言っておかなければならない話としては、日本の NATO 加盟を考えるよりも日本にはもっともっと自分でできることをすぐにでもやらないといけないことがあります。それは現在の日本であれば日米同盟という非常に強力な同盟体制がありますから、まず日本自身の守りを固めることが非常に重要です。それは一体何のことかといえば、反スパイ法であるとか、その法律をもとにして動く本格的な諜報機関の設立運営です。そして日本が目指すべきなのはまず第一に NATO 加盟ではなく諜報同盟であるファイブアイズへの加入です。なぜそのようにして諜報活動に対する強化をすべきだと私は考えているかといえば、どこかの国がある国に対して侵略しよう、もしくは攻撃しよう、もしくは何か自分たちにとって都合の良い影響を与えようと思った場合において、軍事力の行使というのは基本的にはずっと後に来るものであって、その前、前哨戦というものが存在します。それが情報工作であったり、破壊工作であったり、情報の盗み取りであったりといったものです。日本においては、このような前哨戦の部分の防御力が非常に弱いことが、もう前世紀から多くの人々から指摘され、それでもなお全く改善されない状況で時代が進んできてしまっています。だからこそ、NATO 加盟というようなひとっ飛びの場所にたどり着こうとするのではなく、まずは足元にある自分自身でできることを最初にすべきだと私は思っています。そうしなければ、ロシアがウクライナに対して行ったような情報工作によって国内の世論が分裂したり、もしくは分離独立主義派の人たちがどこからともなく急に現れて、それらの人々がどこかの国々からなぜか最新の戦車や重火器などを持ち出して独立運動を始めてしまうなんていう恐ろしいことが日本国内で起こったとしてもまあ不思議ではないわけです。日本の場合だとすでに同盟国がある関係でそこまで行くことはちょっと難しいわけですが、しかし何の手立てもなければそのようにして戦争が始まる前の段階から前哨戦によって相手が下地を作ってしまうというこの事実はすでに現実として起こっているわけです。その果てに起こっているのが本格的な侵攻としてのロシアの侵略であり、このような現実をしっかりと見据えれば、まず行うべきなのは前哨戦に対する自国の防衛力強化です。というわけで今回の動画はここまで。日本に NATO の連絡事務所を作ろうという動きが動き始めています。それ自体は全く悪いことではありませんし、進めてほしいものです。しかし、だからといって夢物語で語られるような NATO に加盟さえすれば全てが解決するかのような話にはちょっと行き過ぎた面があるということは押さえておいてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったらあなたの感想コメントと役に立ったなと思う方はぜひとも私のチャンネルのことを他の方にも進めていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。